皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、中国人富裕層の持っているお金がどんどんと海外へと流出している。それは明らかに中国国内経済の逆回転が始まっている証拠だという解説をしていこうと思います。アメリカのニューヨークタイムズが中国人富裕層の海外投資が加速していることを伝えていました。海外へと流出するお金は毎月7兆3000億円、年間で80から90兆円程度まで及ぶとしています。企業の海外投資ではなく、個人の海外投資でこれだけの額が出てくるというのは明らかに中国国内でお金を回すことに中国人富裕層たちがもはや魅力を感じなくなってきたことの証拠だと思います。中国国内では長い間借金をしてでもどんどんとお金を回すことによってお金を増やすことが誰から見ても手っ取り早い錬金術でした。例えば不動産投資について言えば、何もお金持ちだけではなくお金のない人たちの間においても一種流行となりました。5000万円で不動産を買おうとします。この5000万円を全部借金で買ったとしても、それでもなお問題ないと考える人たちがたくさんいました。なぜならば、不動産価格が上昇すると考えれば、たとえ5000万が全部借金だったとしても、2年後、3年後においては、7000万、8000万、9000万円と値上がりするのであれば、5000万円の借金は2000万円、3000万円を稼ぐための最初の一歩に過ぎないと考えることができるからです。ですから、借金をすることが別に悪いことではなく、お金儲けをするための第一歩だと考えれば、投資をする、お金をどんどんと増やすといった行為は、むしろ多くの人たちの間で流行らない方がおかしかったわけです。ただしこの仕組みはあくまでも不動産価格が上昇し続けるという間においては問題ないのですが、当然のようにそのようなことが永遠と続くわけがありません。中国国内においても全く人の住まないような、全く買い手がいないようなマンションが各地に乱立し、買い手のつかないマンションの開発会社などはそのうち経営が行き詰まり破綻に追い込まれていくこととなります。もしくはそのような開発を連続的に行ってきた会社の中には、もはやマンションを建てるための運転資金がなかったとしても、すでに購入している人たちからマンションの毎月の支払いをどんどんと徴収することによってゾンビ化して生きながらえるといったことも珍しくはありません。中国においてはまだ建物が建っていない間にも前払いで不動産の支払いといったものが始まりますから、予定より完成が遅れたとしても開発会社は何とか資金繰りができるといったことがあります。またそうした開発会社に融資をする方としても、どうせ何とかなるんだろうといった感じのかなりどんぶり勘定でお金を詰め込みまくって融資していることもありますから、不良債権が山ほどあるなどという話もよく聞く話です。そのようにして借金をしてでも経済を回し、それに伴って利益を得る人たちといったものも確かにこれまでは多くいたのですが、そのような時代が終わりを告げ始めると、借金をすれば返せなくなるという当たり前の常識が戻ってくることとなります。そしてそのような常識が戻ってくることによって買い渋りといったものが発生すれば、不動産販売などにも当然のように値下がり傾向といったものが訪れることとなります。そして開発会社は売れ残ったものを何とかしなければならないからと、さらに値段を下げてでも投げ売りするし、融資している方としても融資した金が全く返ってこないかもしれないとなれば、貸し剥がしといったものや、すでに融資した分を全部返さないのであれば次のお金は貸さないよといった形でお金の流れが止まりつつあるわけです。そのような中国国内の状況といったものが中国人富裕層の海外投資を加速させることとなります。ただ海外に投資するにしても、例えばアメリカの場合であれば物価も上がれば給料も上がるといった形で、基本的にはどんどんと物の値段が上がり、不動産もそれと同じようにして値段も上がっていくものです。その一方において日本は長い間デフレ経済で物の値段がなかなか上がらず、不動産も他の国と比べると基本的にはまだまだ上昇余地があると見られることがあります。さらに言えば現在日本の通貨は円安傾向にあるために、他の国から見てもちょっとこれは買いやすいなと見られやすい状況なのです。このような外部要因と日本自身の事情も相まって、今日本に対して中国人投資家が投資を加速させているといったこと
ことがあります。例えば東京都心などにおけるマンション価格などはオリンピックが終わった後には下がるんじゃないかといった人たちもいたわけですが、じわじわと上がり続けて新築マンションなどがなかなか買えない人たちというのもどんどんと増える始末になっています。そのような価格上昇をもたらしているのが海外からの購入による需要の増加です。日本全体で見た場合においては人口減少に伴って戸建て住宅であろうとマンションであろうとも基本的には余るはずのものです。ところが一方において都心部などにおいて価格が上昇していくという理由というのは、人口が減少する中において田舎の方が暮らしづらくなってきて、むしろ便利な場所へと集中するといった日本国内の要素とともに、先ほども述べたような海外に比べると安いじゃないかという見立てのもとに海外の人たちが買うというこの2つの要素を絡み合うことによって都心部におけるマンション価格の上昇といったものをもたらしているのです。また中国国内の経済事情だけではなく、中国国内の政治においても富裕層が海外へとお金を投じる理由というものがあります。それは中国国内で事業が成功したり、どんどんとお金持ちになっていく人たちに対して中国共産党が目をつけてこれらの人たちを潰しにかかるといったことはそう珍しいことではありません。例えば中国の巨大ショッピングサイトで帝国を築き上げたアリババの創業者ジャック・マー氏は彼自身富豪と言えるような状態ですが、しかし中国共産党に対する批判をちょっと言ったことによって彼自身が命の危険にさらされ長い間行方不明になるといったことがありました。その後彼は生きていることが判明したのですが、かつてのような覇気は全くなくなり、今は隠遁生活のような非常におとなしい生活を送っています。中国共産党に何かしら吹き込まれたことによって彼の行動は大きく変容したと言われています。また庶民からの不満の声を受ける形で中国国内においてはお金持ちの人たちに対する見せしめといったものもよくありますから、そのような行為を逃れるためにも海外へと資産を脱出させる動きというのも必然的なものとして行われているのです。ただここで問題になるのは、中国の投資家たちやもしくは中国の富裕層の人たちの資金の逃げ先として日本に向けられた場合において、受ける日本の方としては明らかにこれらの人たちに対する対策が不足しているという問題があります。例えば日本人が中国において不動産を買いましょうとなった時に、買えるのはあくまでも使用権であって所有権ではありません。しかし中国の人たちが日本で不動産を買う場合においては購入できるのは所有権です。これは明らかに不均衡なものです。また中国の人たちの場合だとどうしても日本のルールに従わないことがあります。例えばマンションにおいて中国人がいっぱい買ってますよとなっても、それらの人たちが管理費を納めなかったり、管理組合の活動に一切関与せず、それでいて自分たちの好き勝手にするといった問題などが各地で発生しています。管理費を納めないのであれば、もしくは税金などの滞納するのであれば、これらの人たちに何らかの罰則を適用できるような法律体系といったものを用意すべきでしょう。またできれば中国で日本人が所有権を得られないのと同様にして、中国との人だけではなく海外の人が日本で不動産を購入する場合などにおいては、あくまでも購入できるのは使用権だけといったある程度の規制はもっとかけるべきだと思います。というわけで今回の動画は中国国内の経済が少しずつ逆回転をすることによって中国国内からどんどんと海外へとお金を逃がす動きが富裕層を中心にして広がっています。海外へと流出する金額は毎月7兆円以上、年間で言うと80兆円から90兆円とかなりの額で、この中のいくらかは日本へと向けられています。しかし日本へと向けられたお金で日本国内でトラブルが発生するといった事例もたくさんあることから、日本国内における対策として法律を整備し、これらの人たちが好き勝手できないようにすることは、私は十分に日本国民の多くから支持を受ける政策だと思います。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見よったら評価ボタンのクリックとあなたのコメントをよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。